チェンバーボーン。アップデート7。元のうちの盆地を再開発して巨大な工場を建設した我らがビーバー。余った時間で泥風呂などの娯楽を強化して幸福度アップ。ロボのいない完璧な楽園はもう目の前。さらなる幸福を目指し開発を進め、ここに楽園を完成させるのだで現状は爆薬関連の施設の完成待ちだけど、次はどこを開発しようかな？生産関連も充実して特に作るもんがないな。現状ビーバー増やすにも水が切り出しどうしたもんか。あ、水少ないで思い出した。地下水路埋めてる途中で忘れてた。おい。道がないと工事できなくて一気に建設依頼出せないプチめんどい工事。これが終われば水の蒸発がそれなりに減りそう。そういえば鉱山が遠い問題もそのままだったね。盆地工場の裏にも鉱山あるから、こっちを開発した方がいいぜ。あいよ。高低差が厄介だったので管路駅直通で接続を置く。これで製錬所の原料運搬が一気に楽になるな。爆薬工場もちまちま整地とシャフト工事が進み、あと少しで完成しそう。工場関連はこれで完璧かな？いや加工板に使う松ヤニの生産地が遠いからこれも工場前で生産するよ。そういや松ヤニもあったな。そして在庫切れしてる鉄を増産してたら間伐15日が到来。15日？超短いな。ハード難易度3で歴に入りました。空いてるスペースで菜種の栽培を開始。上に咲く雪がある便利な立地。鉄がなくて工事が進まぬ。シャフト工事でこっちの製錬所止まってんぞ。しゃあないので鉄を使わない工事しましょ。これは地下水路の出口のところか。地下水路埋め終わったのでここも綺麗にしましょ。細かい。お前、ひっまそうやなうほ、見つめ合う建設作業員、ここから恋が始まる。こらこら。さて鉄の精錬も再開したのでちまちまと管路を整備。マンションお宝直通で盆地工業本社に接続。暇ビーバーたちよ、楽しいお仕事の時間だよー。マンション隣の整地工事、ここには何ができるかな？ここに発射場を設け、我らの故郷を奪ったボットどもへの反抗作戦の起点とするのだそういやボットから逃げてきたって設定だったな。で整地してシャフトを地中に埋め込んで、その上には管路を敷設っと。管路工事も手際よくできるようになったな。ビーバーたちの幸福度はどんな感じかな？キャンプファイヤーと屋上テラスがやや満足できていない模様。では運搬員の拠点を移設して、からの地上と同じ高さだけど屋上テラス。マンションお宝の共用施設がパワーアップ。キャンプファイヤーは適当に増やした。仕事が、雑？鉄不足で作業が限られるので使ってない古い施設を、解体。ガレスから多少は鉄もゲットできるかな？土砂採掘機や土地の穴を埋め。これは結構深い、ビーバーたちのいい運動になりそうだ。前回ベリーを地下に植えたので、地上部分のベリーを撤去して奥に植え替え。してる途中で前にコーヒー農園を潰したのを思い出し、コーヒーの木を植え直し。何かをやると何かを忘れる、これが悲しきビーバー脳の定め。てへ。さあもっとビーバーたちに幸福を、足りない施設を追加するぞー。スイミングプールエクササイズプラザ、風洞とやる気デルトリウムがまだ改善できそうだ。てなわけで、工場前にプールとシャワーを増築だ仕事終わりにささっと汗を流す、これはいい動線だな。ビーバー盆地工業、爆薬セクター完成だ今後は時間さえあればもう資材に困ることはなさそうだ。でも待つのは嫌なので製錬場、建てまし。鉱山の目の前、これは効率良さそうだ。はい入洞窟プール、本日オープンでーす。完成したばかりのプールに群がるビーバー。これは予想以上の大盛況。マンションお宝直通管路にも繋がってて、アクセスしやすいから気軽に来れてるようだ。シャワーも行列。こっそり収穫を迎えた、菜種。日陰じゃねえか、もっと綺麗に撮れよ。翌日には収穫されました。おい。でお次はエクササイズプラザと風洞、あとやる気デルトリウムの3点セット。こんな感じに設置でよろ。これはマンションお宝の資産価値がさらに上がりそうだな。ここに住まうビーバーは固定資産税として私にベリー3つを納税するように。不人気食品じゃねえか、好きなだけ食っていいぞ。そうだった。逆に人気で在庫切れしてるキノコの栽培施設を増築。マングローブも育ってきたしこれで食品も完璧だぜ。屋上テラスでチルタイム。幸福度爆上がりのビーバーたち、心なしかその瞳に輝きを感じるぜ。いのー、ちの水。あっという間の15日間が終了、貯水もそれなりに残ってそうだ。必要なものもほぼ揃ってるし、お次はどこを開発しようかね
貯水を考えるとこれ以上ビーバー増やすのも危ない。この土地の開発もそろそろ限界なのかもしれんな。工場前の多くがいい感じに成長。工場フル稼働でも足りてるし、結構丸太も余裕があるな。てなわけでこっちの植林場は廃止、水路を埋めて貯水を増やしましょ。ちょっともったいないな。で水路埋め立てついでで、マングローブを植えるために水位を調整。こんな感じになりそうろ。高級食品であるマングローブの実を量産だ。者どもを、水堀に土のうを投げ込み埋め立てて、敵の城に乗り込むのだ。いやこれそういう世界じゃないし、つか城もねえよ。これはうっかりうっかり。よく見たらタンクの水がマイナス傾向だったのでポンプを追加。今更ながらポンプ足りてなかった模様。などと対応してる間に埋め立て完了、マングローブの植林を開始だ。これでマングローブが成長すれば、この町のビーバーの幸福度はほぼマックスだぜ。マングローブ以外他何かあるかな？キノコが増産中、あとは創育風への賛美がやや低いぜ。てなわけで、盆地紅葉の裏に、がっつり記念碑増築だ。在庫ゼロだった鉄も量産体制で在庫700、この程度ならすぐに完成しそうだぜ。やっはー、丸太は持ったかー。気持ち悪いレベルでビーバーズらー。前のビーバーに頭を突っ込み匂いを嗅いでいます。怖えよ。そして廃止する植林場の伐採を進めていると、ワルシオ21日が到来。この程度なら何度も体験してるから楽勝だぜ。で現在の貯水はご覧の通りでございます。結構節水頑張ったけど満水にはほど遠いな。貯水池ちょいでかすぎだったかな？かもしれんな。さてまだ27サイクルなんだけど、ボットなしでも完璧なビーバーの街が完成しちゃったね。生産力はボットありより劣るけどな。ビーバーを増やせるなら数で補えるけど、水の管理もなかなか厳しい。ここらがこのマップの限界のようだな。おお、幸福度が64まで上昇。あとはキノコとマングローブの成長待ちくらいか。残すはワンダーのみ。ここにボットのいない楽園は完成した。ワンダーを建設し、ボットに奪われた元の町を取り戻しに行くぞー。いや前の町の方がでかかったから勝ち目がねえよ。本当はここにたくさんワンダーを並べて一斉飛行で突撃のつもりだったんだけど、生産力がいかんせん足りず作戦は断念。他のマップに旅立ってもらって数を揃えてもらうことにしたよ。ビーバーは人口を回復しボットとの戦いに備える。てなわけで地球の人口回復機、建設開始だー。パイオニアを遠く離れた土地へ送り出せ、そしてこの星をビーバーで埋め尽くすのだ。未来のビーバーたちがたくさん人口回復機設置できるように一応整地作業だけしときましょ。自分では作る気のないヘタレ。そう言われても今の生産体制だとさすがにワンダー連打はきついです。スカエンドコンテンツを大量設置しようとするのがあたおかと言わざるを得ない思考だぞ。一つ建てるのにも歯車若干足りてない、旧工場区の歯車製造所も稼働。さあビーバーの手だけでワンダーを完成させるのだー。ほぼマックスの幸福度のビーバー、作業速度がめちゃ速いぜ。今更ながら周囲の見た目が寂しかったので公園っぽいのを前に建設。小さい倉庫には高級食材マングローブの実がお届けされます。作業は順調に進みあっという間に第2形態。ハンマーを振るう手が速すぎて残像が。恐ろしいほどのパワー。着工5日後第3形態。高速トントンでみるみる建物が完成に近づいてるぜ。順調順調。節水のため水の供給を止めた植林場、水が下がってきたので松ヤミの収穫を停止。今までご苦労様でした。水切れで成長できない多くを撤去開始。立つ鳥跡を濁さず、ワンダー完成までには植林場の撤去完了させたいな。こっそり夜中に労働者の像を追加。夜中にやるなよミニキーだろ。ほんとお前は最後まで覚えられないやつだな。てっへー。最終フェーズ、第4形態に突入だー。爆破で演出のように振る舞っておりますが、これはただの整地作業です。ばらさないでよ。汚水の水道橋の下の葉っぱー。特に意味はないが景観が気に入らなかった模様。まあそういうこともある。て一個ミスった。おい。さあ我が精鋭たちよ、ラストスパートだ。このビーバーの水を集めたワンダーで繁栄を手に入れるのだ。世界をビーバーで埋め尽くすのだ。おビーバーたちが一匹また一匹と持ち場を離れてく。いよいよワンダー完成だぜ。あ、定時で帰宅してるだけだった。おい。完成は翌日に持ち越し。肩透かし。昨日はよく寝て息を養ったか？ワンダーを完成させるぞー。ワクワクして寝れなかったビーバーもいるかもしれんな。いよいよ地球回復期完成だ。ワンダー。見事14日で完工。
さて初フライトは悪潮明けにしたいけど、まだ5日ほど余ってるので、暇つぶしに建設会社をお引っ越し。こんな感じになりそうろワンダーをずらっと並べようとしてた空き地が匠の手によってぎっちり建物で埋められた。お次は何をしよう。幸福度も食品以外は完璧かな？キャンプファイヤーと屋上テラスがまだちょい低いぜ。じゃマンションお宝隣に、キャンプ場を作ってあげましょ。これだけあれば満足してくれるかな？そして完成したのに使ってくれない。いとかなし。これ単純に遊ぶ時間が足りないだけかと思い、労働時間は10時間まで削減。これでもフルタイムのお仕事より長いけどな。なんとなく記念碑追加。なんとなくで追加できる程度には在庫も潤沢。植林場の撤去が完了。水路の水が乾いたらここはカッサカサになるぜ。悪潮終了 0.4 日、浅い方の貯水池の水路が乾燥。大して長い期間じゃなかったが持たなかったか、今回は貯水計画微妙だったかもしれんな。ファイナルイノーチの水。悪潮21日が終了。さあワンダーのお披露目と行こうぜ。ここにボットのいない楽園は完成した。しかしこの土地のビーバーたちだけでは数が足りない。ボットに奪われた土地はまだ奪い返せない。もっと豊かな土地を、もっと水が豊かな土地を、ビーバーにさらなる繁栄をもたらす地を目指すぞ。ビーバーよ、梅よ笛よ、地に道よ。さあエンジニアよ、準備はできてるか？パイオニアとして道へ飛び込み、その地を発展させ、いずれボットを凌駕するのだ。地球の人口回復機、発動。ワンダー。こうしてビーバーたちは新天地を目指した美だった。ボットに頼らず自らの力のみで生きることを選んだビーバーたち。空をかけたどり着いた地でまた新たな仲間が増えるだろう。そう彼らはボットの力など借りずに短い期間でこれだけのものを作り上げたのだ。高低差も多く水源も使いにくいこの世界でも楽園を築いた彼らなら、この星をきっと繁栄に導くだろう。行けビーバー、この星で最も繁栄した種族となるのだ。新天地で仲間を増やすぞ。私たちの戦いはこれからだ。仲間と遊ぶ楽しい時間は風のように命の水がきらめく川ビーバーたちは笑顔でダイブ幸せな時が溢れ出す命の水よ絶えず流れてが静かに祈る明日もまた川が流れて命の水を運んでくれと命の水がきらめく川ビーバーたちは笑顔でダイブ幸せな時が溢れ出す命の水よ絶えず流れて季節が巡り木々が染まるビーバーたちは知っている命の水は魂の歌心に刻む永遠のリズム命の水がきらめく川ビーバーたちは笑顔でダイブ幸せな時が溢れ出す命の水よ絶えず流れて